Hello everyone, welcome to my show. ようこそ、山岸豊です。今日はこちらのポルシェ 911R を紹介したいと思います。今日はポルシェ 911R に乗っています。この車デビューした時に991台の限定車だったんで、世界的にやっぱりコンセプトも含めてものすごく高い人気が出て、その結果オークションでね1億円超えっていうすごいプライスがついてしまった車なんですけれど、その結果ね、コレクターの奪い合いみたいになって、ほとんどの車がいまだにガレージに眠ってる、そんな状態が多いと思うんですけれど、今日のこの動画で走らせてる車はオーナーさんが普段使いに使われてるぐらい、距離ももうすでに5000キロ弱走ってる車になります。今日ね、いつも撮影する場所が雪で路面が真っ白になってしまって走れなくなってしまったんで、場所を移動して撮影しています。なので本来であれば GT3 ツーリングとの比較をしたかったんですけれど、残念ですけどちょっと違う場所になってしまったんで。でもね、ここもなんか急に雪がぱらついてきてて、来週からねとっても暖かくなるんですけれど、今週まではまだお天気が冬模様なんですよね。そんな中でのインプレッションになるんで、少しいつもよりはゆったりと流したような撮影になるかと思います。簡単な車の成り立ちはね、皆さんもご存知だと思いますけれど、991型のポルシェになってから GT3RS が出て、その GT3RS の派生モデルのような、分かりやすく言うと GT3RS のリアウィングを取って少しおとなしくしたような仕様の車が 911R なんですけれど、とにかくGT3RS よりも軽量化を徹底していて、なんとね50キロも軽いんですよね。 RS 比較で50キロなんで、現行の911の中では最軽量のポルシェになります。やっぱりね、これだけ軽くしてるんで運動性能に影響しないわけがないですよね。そして専用設計のね、このマニュアルミッションが装着されてるんで、本当速さだけを考えればパドルシフトになっている PDK の方がいいに決まってるんですけれど、人間が操る楽しさとかね、五感に与えるものとか、そういうものっていうのはやっぱりクラッチペダルを踏んでシフトをねアップダウンさせるマニュアルトランスミッションが根強い人気ですよね。やっぱりね、そういうところをねポルシェもよく理解していて、きちっとユーザーに応えるようなそんな作りになっています。で、多分確認していないですけれど、この 911R の6速トランスミッションがその後デビューする GT3 ツーリングにも採用されているはずです。この 911R にはリアにアクティブステアリングシステムが採用されています。リアのガラスとサイドのガラス、リアサイドガラスまでねポリカーネード製に変更するぐらい軽量化に気を使っているのに、このアクティブステアリングシステム自体で7キロ以上重量があるそうなんですけれど、これをあえて採用してるっていうところがやっぱり運動性能にねかなり影響を及ぼす
プラスの意味でいい影響を及ぼすっていうことで採用されているみたいです。じゃあちょっとハンドリング試してみましょう。が結構な勢いで降ってるんで、ちょっと路面がスリッピーで怖いんで思いっきり走らすわけにいかないんですけれど、今ね電線よけはノーマルな状態です。レスポンスがいいんですよね、このエンジン。1967年のデビューした 911R の再来ということで、当時の67年の 911S ベースに徹底的に軽量化してコンペティションに仕上げた 911R、 なんかそんなテイストをねあっちこっちでこの車にも散りばめてあって、例えばこのスポーツクロノやメーターのライトの表示のカラーがね1967年の911と同じ色なんですよね。それとフォントのデザインも同じものを採用していたりして、こういうところはねなんかノストラジックに浸れるような、ポルシェも憎い演出をしてますよね。でね、軽量化はフロントフェンダーボンネットがカーボンになって、なんとねルーフ屋根の部分はチタニウム製らしいんですけれど、やっぱり徹底的に軽くできるところは遮音材とかももちろんそうですけど、ポルシェはもうすごくその辺は得意なんでしっかりと軽くしてきてますよね。ちょっとね測ってないんですけれど、20インチっていう台形のホイール、これもすごく軽いはずです。他のメーカーはねそこまでやっぱり軽さにこだわりきれてないところがあるかもしれないんですけど、ポルシェってレース散々やってますから、どこを軽くしたら一番運動性能に影響するのかっていうことを全部知ってるんで、そのあたりをねきっちりと市販車に生かしてくるところが、ポルシェらしいですよね。僕も1992年の 911RS、964RS ですって言われてますけれど、この964に、走行距離で言ったら約3万キロ以上、そのほとんどをサーキットで乗っているんで、この 911R にもねその 964RS と似てるようなところはすごく共通点が感じられました。それはね何かというと、もともとポルシェってすごくボディ剛性高いんですけど、この R も同じようにすごくボディ剛性を
高さを感じれますよね。それはどういうところでかっていうと、なんとね、これだけハードな仕様のサスペンションがついていても乗り心地がいいんですよ。ここがね、ボディ剛性の高さゆえんですよね。だからこのポルシェがね、この 911R に関してはサーキットのラップタイムを測ってないそうなんですね。つまりストリートで楽しむっていうことを想定して車作りをしてきたっていう、そういうことみたいなんで、いかにね速く走るかっていうところももちろん大切かもしれないですけれど、いかにドライバーが楽しめるか、そんなところもすごく意識して仕上げてあるんだなっていうのを感じますよね。ですからヒール&トーもシフトアップダウンがとにかくね楽しい。そしてアクセルレスポンスがすごく優れるところもね、でこれが、ここまでのね鋭いレスポンスが必要かっていうと、ちょっと僕は疑問ですけれど、でもこれをね味わえるっていうのはすごく贅沢な楽しみですよね。で意外とねフロントの回動性は思ったほど高くないというか、ジャックアンダーセッティングですね。すごく模範的なセットアップになっています。この辺りもやっぱりストリートでね、安心して安全に走れるようなセットアップになっているのかなと思います。その分ねちょっとエンジンが非常にパワフルなんでパワーオーバーステアになりがちなところはちょっとね、またこれもどうなんでしょう。速く走ることだけを考えるとトラクションかかってリアが滑らない方がいいんですけれど、ドライビングを楽しむっていう面に関しては多少ねリアが滑ってくれた方がコントロールできる幅もあって、ハラハラドキドキもしますから、ドライビングを楽しむっていう面では、こういうセットアップもありなのかなっていう。面白いですよね。本来なら速く走ることがイコールスポーツなんですけど、コントロールする領域を広めることによってスポーツできるっていう、そういう考え方で、コンセプトで作られたのかななんて思いました。こっち雪がない。ちょっと飛ばしてみようかな、せっかくだから。
荷重をかけてちょっとブレーキを残しめに静かにステアリングを切ってあげると、ちょっと普通に走らせた時にね感じていたアンダーステアが消えてくれて、なんかすごくいい感じにラインをトレースできますね。だからやっぱり基本中の基本をなぞるように乗った方が車制御しやすいと思うんですね。決してね急がつく操作をしない。どうしてもねスポーツドライビングっていうとなんかステアリングをねソーイングって言って切ったり足したり切ったり足したり、そういった動きをこまめに速く、そしてブレーキもねドーンって踏んでアクセルもバーンって開けるっていう、もちろんサーキットではそれでいいんですけれど、ストリートではそんな運転は非常に危険だし、そして車も暴れちゃうし、やっぱりねセオリーは丁寧に優しく、そんな運転を心がけて乗ってあげた時に、この 911R はすごくドライバーに応えてくれる車だと思いますね。今ね雪でねハーフウェットなんですけど、スポーツモードにねしていてもね全然怖くないんですよね。やっぱねこの辺りのこのドライバーにねコントロールさせる領域をたくさん残してくれてるっていう素晴らしいですよね。マジで気が抜けない。危ない危ない。さっきね駐車場に止めて撮影してたんですけど、その時に気がついたんですが、結構フロントというかねこの車車高がそんなにベタベタじゃないんですよね。ですからそのあたりもサスペンションストロークとかも考えているんだと思うんですけれど、ストリートバージョン、ストリートカーなんですね。結構フロントのバンパー形状とかが、当然 GT3 と同じようなデザインになっているんで、結構ねエラが張ってて、かなり空力的にもダウンフォースの効く仕様に形状はなっていますけれど、でもそれにしてはね随分と車高が高いんだなっていうのが新たな発見でしたね。でもインテリアもね真っ黒のこのステアリング、そして格子柄の
おしゃれなデザインのシートとかも、これバケットシートにしなくてよかったんじゃないかなって個人的には思いますけれど、でも、ね、やっぱり軽量化っていうことを考えた時にこのフルカーボン製のバケットの採用だったのかななんていうところもあって仕方がないのかなと思いますけれど、要所要所のデザインがねすごくクラシックっぽいテイストを残しているところが、コレクターズアイテムになっちゃう家なのかななんて思いました。今日ねちょっとハプニングで雪のおかげでそんなに全開走行はできていないんですけれど、十分以上にこの 911R 改めて素晴らしいスポーツカーだなっていうのを実感することができました。今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。